ギガントマキア編第1章。神々の王ゼウス。彼の手に握られる雷は世界の秩序を象徴すると同時に、その力を恐れるすべての存在に沈黙と怒りをもたらした。ゼウスって正義の王って思われがちだけど、その玉座の下にはイかれる者たちの声が静かに渦巻いていたのよね。神々の王ゼウス、その支配の代償。かつて世界は混沌、カオスに満ちていた。その中から大地ガイア、冥界タルタロス、そしてアイエロスが現れ、やがて天ウラノスと大地ガイアの交わりによって最初の神々、ティターン神族が誕生した。その中でも最も強大だったのが時を司る神、クロノスである。クロノスは父ウラノスを大釜で切り裂き、自らが支配者となるが、その行為はやがて自身の運命を自爆する呪いとなって帰ってくる。クロノスは父を倒したことで己の子に王座を奪われるとの予言を受け、次々に生まれた子を飲み込むという凄惨な選択をする。だがツマレアは末の子ゼウスを密かに逃がし、やがてゼウスは成長し、クロノスを討つべく立ち上がる。ここから始まるのがティタノマキア。ゼウス率いる神々 VS ティターンの10年に及ぶ戦争である。こちらの動画で詳しく解説しているわよ。ゼウスは地下深くに囚われていたキュクロプス、サイクロプスたちを解放し、彼らから得た雷帝の力を使って戦いを優位に進めた。そしてついにティターン神族の王クロノスを倒し、彼らを冥界タルタロスの奥深くへと封印したのである。世界は新たな秩序を迎えた。ゼウスは天を、ポセイドンは海を、ハーデスは冥界を治め、新たな神々による統治が始まる。でもね、ゼウスの勝利って実はすっごく後味が悪い勝利だったの。なぜなら彼は母なるガイアの子たち、ティターン族を再び地の底に幽閉するっていう、まるでウラノスやクロノスと同じ過ちを繰り返しちゃったのよね。母なる大地ガイアは深い悲しみに暮れていた。最愛の子たちクロノス、コイオス、イアペトス、かつて自らが生み出した存在がゼウスの手によって闇に葬られた。その時ガイアは誓った。新たな子らを生みゼウスの傲慢に復讐すると。ティタノマキアはゼウスの勝利で終わったわけではなかった。それはさらなる最悪の序章に過ぎなかったのである。ちなみにこの後、ガイアはタルタロスと交わって最強最悪の存在を生みまくるの。この子育てリベンジ編、すごくえぐいから覚悟しておいてね。ゼウスが玉座に座る、その背後でガイアは静かに次の戦いの火種を育てていた。そしてそれはやがてギガントマキアと呼ばれる大戦争へとつながっていく。ギガントマキア編第2章。地の底より来たる者、ギガンテスの誕生。ゼウスが玉座につき、神々が宇宙を滑るようになった後も、大地は静かにはならなかった。地母神ガイアの怒りは消えることなく、大地の奥深くで燃え続けていた。その怒りはやがて形ある復讐として世界に姿を現すこととなる。かつてゼウスがティターンを討ちタルタロスに封じた時、その仕打ちを最も深く嘆いたのが母なるガイアだった。我が子らは血にまみれ闇に葬られた。その罪決して忘れることはない。怒りに燃えたガイアは自らの体を再びタルタロスと交わらせる。こうして生まれたのがギガンテス、大地の子らである。ギガンテスってよくただの巨人って思われがちだけど、実は不死の力を持つ超自然的存在なのよ。ガイアの復讐心そのものが具現化した、いわば自然災害の化身ってところかしら。ギガンテスは人間とは比べ物にならない体躯と力を持ち、何よりも神ですら殺せないという体制を持っていた。彼らはガイアの命を受け、神々を打倒し、ティターンたちを解放するため、再び戦乱の火を世界に灯すことになる。ギガンテスは一人ではない。
その名を知られる者たちの中には、ポルトゥリオン、ギガンテスの王、ゼウスに対する憎しみの具現、アルキュオネウス、大地に触れる限り不死、最強の盾を持つ戦士、エンケラドス、後に火山に封じられたとされる怒りの炎を操る者、カリュブディス、エピアルテス、コットスなど多くの名が残る。彼らは各地の山々や島々を根城とし、いずれ訪れる神々との戦争に備えて力を蓄えた。ギガンテスってどこからでも現れる存在なのよ。実際彼らの多くは後の時代に火山や地震と結びつけられたの。例えばエンケラドスは今でもシチリア島の下で暴れてるって言われてるわ。ギガンテスたちはただの怪力生物ではない。彼らはゼウスの治める秩序そのものに異を唱え、大地に代わって声を上げる存在だった。すでにティタノマキアで疲弊した世界は新たな戦いの帯同に再び揺れ始めていた。ガイアが生み落とした第二の反逆者たち。その姿はまだ地の底に隠れていたが、やがて雷鳴とともに世界の表層へと現れる。次なる戦い、ギガントマキアが始まるその時まで。ギガントマキア編第3章。海戦オリンポスを包む戦火。それは空気が変わった日だった。静かな山々がうなりを上げ、大地が鳴動する。鳥は空を捨て、風は逆巻き、人々は神々の戦争が始まるという予感に震えていた。ガイアの子たち、ギガンテスが、ついにオリンポスへの進軍を開始したのである。その日、空を突き破るほど巨大な影が地平線の向こうに現れた。ギガンテスたちは山々を引き抜き、それを積み重ねて天に届こうとした。オリンポスの神々を打ち倒すために。神々に届かぬのなら山を積めばいい。最初に立ちはだかったのはゼウスの娘アテナであった。彼女は知恵と戦略の女神。戦場においても冷静に戦い、敵の弱点を突く者。アテナは戦う女神だけど、暴れるだけの戦い方じゃないのよ。ギガンテスの一人、デュライコスを罠にはめて封じたり、エンケラドスにシチリア島をぶつけて動けなくしたり、戦場での頭脳担当って感じ。アテナが動けば戦の流れが変わる。ヘパイストスは炎の洪水を、アレスは猛進する剣を、アルテミスの矢は夜を裂き、アポロンの光は敵を焼く。だがギガンテスの力はあまりに巨大だった。アルキュオネウスは大地に触れる限り不死のまま暴れ回り、ポルトゥリオンはゼウスの雷撃すら跳ね返す。そしてティターンの血を引く巨人たちは神々と同じ神聖を宿していた。戦況は膠着していた。神々は不死だがギガンテスも不死。どちらも決定打にかける。だが神々は気づいていた。この敵は我々の力だけでは倒せない。人間の手が勝敗を左右するのだ。これが有名な神託の登場なの。ギガンテスは神の手では倒せない存在。でも人間の手が加わることで倒すことができるの。だからアテナはある英雄を呼び寄せるのよ。その名はヘラクレス。かつてプロメテウスを解放し、数々の試練を超えてきた神と人の境界に立つ男である。彼の矢が放たれるとき、この世界の戦いはついに決着に向かって動き出す。雷鳴が空を裂き、神々の光と巨人の影が交錯する中で、人間の英雄が静かに戦場へと歩み出す。そして神々と人間の共闘による最終決戦の火蓋が今切って落とされようとしていた。ギガントマキア編第4章。神々の危機と英雄の鍵。神々の光が空を裂き、巨人の方向が山々を揺るがす。大戦は続いていた。だがどれほどの力をもってしても神々は決定的な勝利を得られなかった。それはギガンテスの肉体が神の力を拒む構造をしていたからだ。
ギガンテスは神々にとって打てど倒せぬ壁だった。アルキュオネウスは大地に触れている限り何度倒れてもよみがえる。ポルキュリオンはゼウスの雷を受けながらも立ち上がる。他党の巨人たちは神の剣をもってしても致命傷を負わない。それは神託が告げていた通り、ギガンテスは神の手によっては倒されぬ。神々は理解していた。この戦争の鍵は人間にあると。この時代の神託って本当にくせ者なのよね。神だけでは勝てないって言われて、じゃあどうすればってなると、神と人間のハイブリッドみたいな存在が呼ばれることになるのよ。その名はヘラクレス。神ゼウスを父に、人間の女性アルクメネを母に持つ、神と人の狭間に立つ英雄。12の難行を成し遂げ、プロメテウスを解放したその手には、今や世界の命運が握られていた。アテナは静かにヘラクレスを戦場に導く。そして彼は、まず不死身の巨人アルキオネウスに矢を放つ。だが大地に触れている限り彼は倒れない。アテナは叫ぶ。彼をこの地から引き離せ。ヘラクレスは神々の助けを借りてアルキオネウスを遠くの島へと投げ飛ばす。そして再び矢を放つ。この時の矢って神の道具じゃなくて英雄の武器なのよ。だからギガンテスに聞いたの。こうして神と人の協力っていうギリシャ神話らしい展開が生まれたのね。その瞬間、神々の士気が一変した。アポロンの矢がエピアルテスを貫き、アルテミスの矢がグラディオスを沈め、ディオニソスが松の杖でエウリュトスを突き倒す。そしてヘラクレスはさらなる一矢をもって、ついにギガンテスの王ポルピュリオンと対峙する。神々の雷と英雄の矢が交わるとき、世界の運命は大きく動き出す。神々が頼ったのは自らではない。人の中に宿る不完全であるがゆえの力だった。ゼウスの支配、それ自体が問われる戦いでもあったのだ。ギガンとマキアって神々の戦争だけど、人間の存在が勝敗を分けるっていうところが面白いのよね。これって後の英雄たちペルセウスとかアキレウスとかの時代の前触れみたいなものなのよ。神と人が力を合わせて初めて巨人たちに対抗できるという現実。そしてこの連携がやがて訪れる英雄の時代の到来を告げていた。次なる戦いは神々と英雄の連携がもたらす最終決戦。ギガントマキア編第5章。矢の一撃、神と人共に戦う。戦局はいよいよ最終局面を迎えていた。神々は疲弊し、ギガンテスはなお猛威を振るう。だが一つの矢が世界の運命を変えた。それは神でもなく人でもないものが放った矢。英雄ヘラクレスによる神と人の共闘の象徴である。ゼウスの雷がうなりを上げ、ポセイドンのトライデントが血を割る。アテナは戦術を整え、アポロンは矢を構え、アルテミスは静かに森の中から標的を狙う。だがこの戦いにおいて最後の一撃を決めるのは人間の血だった。ギガンテスの王ポルピュリオンが動いた。ゼウスを標的にし、天をもつくその体躯をもって迫る。神々の武器では歯が立たず、雷すらも受け切るその巨体。アテナが叫ぶ。今よヘラクレス。その瞬間、一本の矢が空を切り裂いた。その矢は神の道具ではない。人の手で鍛えられ、人の意志で放たれた矢。しかし、その矢にはゼウスの雷霆にも似た人間の怒りと希望と、そして覚悟が宿っていた。矢はポルピュリオンの胸を貫き、その巨体はついに地へと崩れ落ちた。ポルピュリオンってギガンテスの象徴そのものだったの。ゼウスに反抗する存在、力で支配を跳ね返す存在。でもそれを倒したのは力ではなく意志だったのよね。ヘラクレスの矢は神を信じた人間の矢だったの。ポルピュリオンが倒れたその瞬間、
戦場全体の気が変わった。エンケラドスはアテナが持ち上げたエトナ山に封印される。アルキュオネウスは遠方に連れ出され、再びヘラクレスに貫かれる。エピアルテスはアポロンとヘラクレスの同時攻撃で沈む。ギガンテスたちは神々と人の矢に抗えなかった。こうして神々と人が手を取り合ったことで、この世界を覆っていた第二の闇、ギガントマキアは終焉を迎える。ゼウスの王座は再び確かなものとなり、神々の支配は盤石な秩序へと近づいていった。だが同時に世界は神だけの時代から人の時代へと歩み始めていた。この戦いは神の力じゃなくて神と人の関係を問う戦いだったのよね。神々はヘラクレスなしでは勝てなかった。つまり英雄って存在がこれから重要になるってこと。ギガントマキアの終結。それはただの終わりではない。神と人が交わる時代。英雄譚の幕が今上がろうとしている。ギガントマキア編第6章。神々の勝利と秩序の確立。戦いは終わった。それは神々の時代に訪れた一つの区切りであり、また世界に新たな段階が訪れたことを告げる鐘でもあった。ギガンテスたちは倒れ、封じられ、その方向すら今は地の底に沈んでいる。そしてゼウスは再びその雷を掲げた。この宇宙の支配者は我ら神々である。北のマキアの勝利によって確立された支配体制。それはギガントマキアによって改めて試練にさらされた王権となった。神々は単に力で支配するのではなく、人間という不確かな存在の力を借りて勝利したことで、秩序とは何か、正義とは何かを改めて問われることになった。つまりね、ゼウスたちはただの最強集団じゃなくて、試されて選ばれた支配者になったってこと。この後の神話では、ゼウスも結構人間側を気にするようになるの。何せ英雄がいなきゃ勝てなかったわけだし。封じられたギガンテスたちは、それぞれ地底に眠っているとされる。エンケラドスはシチリア島のエトニャ山に、ポルピュリオンの残骸は大地に溶け込み火山として吹き上がる。アルキュオネウスは大地から引き離され英雄の矢に沈黙した。だが世界からその痕跡が消えたわけではない。火山、地震、嵐。それらの背後には今なおギガンテスの怒りが眠っていると信じられている。そして人々は神々の時代の終焉ではなく、英雄の時代の始まりを感じ取っていた。神々が絶対でなくなった時、その隙間を埋めるように現れたのが、神と人の間に立つ者たち、英雄たちである。この後登場するのは、ペルセウス、アキレウス、オデュッセウス。神話で人間側の主役を張るような人たち。でもね、ただ強いだけじゃないの。神とどう向き合うかっていう姿勢がみんな違ってて面白いのよ。ギガントマキア。それはただの戦いではなかった。神々が人と協調し、新たな秩序を築くための儀式であった。ゼウスは雷を掲げ、アテナはその地をもって人間と歩む準備を始める。神と人。その関係はこれからあまたの物語を生むこととなる。次回以降、英雄たちの時代、火を継ぐ者たちへ、絶対絶命。チュポン VS ゼウスなどです。お楽しみに、ぜひチャンネル登録して待っててね。